本日の内容は生態導入動画です。ノーフィルターの60センチ過密水槽にどれだけ多くのお魚を入れることができるのか検証中。今回お迎えしたのはゴールデンハニードワーフグラミーを1匹、黄色く輝いたボディがとても美しい熱帯魚を導入。お魚が合計85匹になったので1週間経過観察しました。結果、問題なく維持できてます。皆さんこんにちは。旬アクアの旬です。皆さん、こんな疑問を持ったことはありませんか？フィルターがない水槽にどれくらいの生態を入れることができるんだろう？そんな疑問を解決するために、この水槽では日々生態数を増やしながら経過観察をしています。今回は立ち上げから153日が経過したノーフィルター60センチ水槽に合計85匹目となる生態をお迎えします。その子がこちら。ゴールデンハニードワーフグラミーです。最大体長は5センチ。水質は弱酸性から中性を好み。水温は20から28度に適用可能。寿命は2から3年ほどです。そして気になるのが混泳について。我が家の多種多様なお魚が暮らす水槽でも大丈夫なのかという点ですが、おっとりな性格をしているようで、我が家のお魚たちとも混泳は可能。しかし、同種間では喧嘩になりやすいようで、オス同士を同じ水槽に入れないようにした方がいいみたいです。なので、今回は1匹だけお迎えしました。餌は人工の餌でも問題なく食べてくれますが、人工製のものの方がいいみたいです。それではいつも通り水合わせをします。袋ごと水につけて水温を合わせながらスポイトで水を入れて水質も合わせます。これを2時間くらいかけてゆっくりと新しい環境に慣れさせてあげましょう。水合わせ完了です。それではダイブのお時間です。3、2、1、ダイブ。無事にダイブ完了です。元気そうに泳いでくれていますね。よかったです。しかし、導入当日の水質検査をした結果、少し硝酸塩が高い数値になっていました。亜硝酸塩は0でしたのでご安心ください。1日目から水質があまり良くありませんね。水替えをしておきましょう。もう一度検査した結果がこちら。硝酸塩が下がって問題なくなりました。もちろん亜硝酸塩も0。それではゴールデンハニードワーフグラミーを1匹追加して合計85匹になったノーフィルター水槽は問題なく維持できるのか、1週間の様子を見ていきましょう。生態お迎えから3日が経過しました。先に水質検査をしておきましょう。結果がこちら。硝酸塩は問題ありません。亜硝酸塩も0なので問題ありません。水質は問題ないようなので良かったです。それにしても可愛すぎませんか？この水槽内にはたくさんのお魚がいますが、こんなに鮮やかなイエローのお魚をお迎えするのは初めてなので、一気に花が出ました。それに色だけでなく、細長く伸びたこの花びれが最高に可愛い。たまに前に伸ばしたり横に広げたりと、ただプラーンとついているだけでなく、ちゃんと動かしています。仲間や興味があるものへの接触に使っているみたいです。購入前に観察していた時も可愛い子だなと思っていましたが、他のお魚たちと比べることでその可愛さが目立ってますね。この水槽にとって主役級のお魚をお迎えしちゃいました。ただ恥ずかしいのか、まだ水槽の後ろで泳ぎ回っています。生態をお迎えから7日が経ちました。落ちることなく無事に1週間が経ったので、問題なく新しい住処に慣れてくれたようです。もちろん他のお魚たちも元気なので、水槽内の環境も良好そうですね。しかし油断は禁物。最後に水質検査をした結果がこちら。硝酸塩は 25mm ぐらいなので大丈夫な範囲。亜硝酸塩は0なので問題ありません。水質的には問題ありませんね。
亜硝酸塩が反応していないので、水質の悪化速度よりもバクテリアの活動の方がまだ勝ってます。まだまだ検証は終わらずに進みそうです。この1週間、ゴールデンハニードワーフグラミーを観察していましたが、浮上性の餌でも他の熱帯魚に負けずに餌に飛びついていました。たくさんお魚がいますが、食べれなくて餓死してしまうということはなさそうなので、今後も可愛い食事風景を楽しんでいきます。本日は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。